ということでございます。ということで、今日なんですけども、市場を歩いてましたらね、ひときわこれは輝いてるって魚がいましたので、買ってまいりました。これすげえのがいた。これサクラマス？これ板マスっていうのかな。これ体高がやばい。これいくらなんだろう。 4.6 キロ、60センチぐらいだけど 4.6 キロもある。だから縦にでかいんですよね。これやろう。ひときわ輝いとるわ。はい、改めまして、本日の食材がこちら、サクラマス。ということでね、市場でこちらひときわ輝いてました。今日は魚がほんと少なかったんですよ。前日、海が大しけで水揚げが少なかったんですけど、こんないいのが売ってました。ほんで、これ見てください、この体高。これ長さが多分ね、70センチもないかなってぐらいなんですけど、これ 4.7 キロもあります。これしかも養殖物じゃないですからね。天然物でこの太り方です。もう尻尾とかのこのなんだろう、厚みすごいですよね。クオリティだけじゃなくて、値段もすごかった。これ皆さんいくらしたと思います？ 2 万円？違います。3万円？違います。こちら、9000円で買えたんですよ。やばくないですか？これマジで掘り出し物じゃんと思ってね。めちゃくちゃいい買い物しました。というわけで今日はこちらの市場でひときわ輝いていたサクラマスを使ってなんか作っていきたいと思います。とりあえず、こちらさばいて、フィール状にして、冷凍かまします。冷凍かましたらお刺身でも食べられますしね。ほんで、ちなみにサクラマスっていうのは、渓流魚のヤマメが海に出て大きくなったものがサクラマスというらしいですね。アマゴがサツキマスだっけな。そしたらまずは鱗取っていきましょう。はい、ざっくりと鱗が取れましたら、金だわしでこすって、残りの細かい鱗も取っていきます。はい、綺麗に鱗が取れました。そしたらお腹を出していきましょう。さあ、お腹の中には何が入っているか。ほい。おー、何も入ってなかった。それでいいんですよ。もうお腹の中もほとんど身でしたね。ここら辺とかも全部身でした。いやもう買う時にもうすげえなと思ったんですけど、実際さばいてみるとよくわかる。よし、内臓を取れました。油ありますね、内臓にも。ちょっと洗っていきますね。はい、そうしましたら3枚におろしていきましょう。まずは頭を落としていきます。カマもうまそう。はい、頭が取れました。こうしてみるとめちゃくちゃ小顔ですよね。では3枚におろしていきます。まずは下に1本。できるだけ骨に身を残さないようにきれいにおろしたいですね。で、サーモンはくるっと曲げて、で、皮1枚切る。で、包丁の角度はまっすぐですね。で、そのまままっすぐまっすぐ入れていく。わ、すごい上手にできた今回で。サクラマスはね、ほんと身が柔らかいんでね、気をつけて気をつけて、できるだけ身が割れないように包丁の立ち筋を少なく。おお、すげえ養殖見て、この色合いすごいですね。はい、そしたらこっち側ですね。こっち側はこの段階で背骨を取っていくと、こういう感じですね。で、ここで尻びれを落として、はい、こんな感じですね。で、ここに背中のヒレが残ってますんで、ここを取っていくと。こっからですね。ここからこう入ってます。で、こう入れていく感じですね。こうです。はい、OK。そしたら腹骨をすいていきます。腹分厚っ。これ養殖のアトランとかキングより腹の厚さは分厚いぞ。すごいわこれ。はい、こんな感じ。ほら、この分厚さ。9000円だったんで鮮度が悪いのかなと思ったんですけど、いや、どう考えても鮮度も抜群なんだよな。なんでこんなに安かったんだろう。で、もう一匹売っとったんですよ。で、もう一匹の方はここまでクオリティ良くなかったんですよ。こいつだけめちゃくちゃ良かった。はい、このようにおろせましたと。でも分かった。確かにこう鮮度はいいんですけど、ちょっと血抜きが甘いかなって感じですね。こうお腹から血がにじみ出てきてますよね。でも身全体に回っちゃってるってわけじゃないんで全然いいです。僕はね、血液も
多少の旨味だと思ってるんで、完璧に抜くやり方もいいんですけど、程よく血が残っててもいいかなって思う派なんですよ。そう、いろんな意見があると思うんですけど、僕はそう思う派。もちろん血がね、完璧に回っちゃってる魚っていうのは、生臭いんですけど、ある程度ね、こういうちょっと血の感じがあっても、僕は好きですよ。いろいろ食べた結果ね、それで完璧に血がない魚も食べた結果、血がちょっとあった方が、その魚の個性が出る気がします。でもあんまりね、白身とかで、血が回りすぎると良くないんですけどね。この魚の血抜きってすごく奥が深いんですよね。マグロでもあれ釣れてすぐに完璧に血抜いちゃったら美味しくないですからね。ある程度こう血を残しとかないとマグロの旨味っていうのは出ないんですよ。それはどの魚にでも言えるのかなと思います。結局は好みの問題ですね。いろんな味覚の人がいて、いろんなやり方をする職人の人がいていいと思うんですよ。はい。骨が抜けました。これでもう骨のないフィーレが完成ですね。これなら冷凍したらお刺身でいけるよ。そしたらこちら一度冷凍したいと思います。じゃあカッチカチ後に移動。はい、ではカッチカチに凍りました。マイナス60で瞬間冷凍したんでね、もうカッチカチ。で、3日間冷凍しましたんで、アニサキスがいたとしても確実にお亡くなりになっているでしょう。そうしましたらですね、今日こちら、鮮度抜群、クオリティ抜群のサクラマスを使いまして、サクラマスの炭火焼きとお刺身作っていきたいなと思います。よし、そしたらこれまず溶かしていきますね。水で溶かすとブヨブヨになっちゃうんでね、このカチカチのものを冷蔵庫で1日溶かしてもいいんですけど、もっと早く溶かしたい場合は、こういうアルミの鉄板とかバットにこう乗っけとくと熱伝導で早く溶けてくれるんですね。だいたいこの状態だったら2時間ぐらい置いとけばね、いい感じに溶けると思います。よし、じゃあこの状態で2時間待ちましょう。はい、では1時間経過しました。クーラーの効いた部屋で、意外と1時間でいい感じに溶けました。まだ中央は固まってるんですけど、このぐらい溶ければもう調理できますんでね。そしたら塩焼きは、このハラスのとこいきますか。ここを、そうですね、半分ぐらいに切って、これ焼いていきましょう。で、お刺身は、半分に切って、ほら、もうね、切れるんですよ。半氷状態です。この状態がね、一番扱いやすいですね。タコとか、そういうぐにょぐにょした海鮮を薄く切りたいなっていう時とかも、この技使うといいですよ。これでサーモンって実はね、意外と手で皮むけるんですよ。この状態だと。ビリビリって。半氷だからできる技ですね。さあ、そしたらここら辺でもう一発落として、で、切っていきます。半氷で切る。この調理法をルイベと言いますね。はい、こちら、サクラマスのルイベの完成。そしたらお次、塩焼きですね。皮にちょっと細工しましょうか。こういう風に切れ込みを入れて、で、焼いていきましょうか。そうするとね、焼き目が綺麗になるんですよ。そしたら串を打っていきます。串はこうやってジグザグに打ちましょうか。ちょっとまっすぐにブスッと打つだけだと、油がすごいんで抜け落ちそう。真ん中はまっすぐでいいか。よし。こんなもんでいいでしょう。で、お塩。ピンク岩塩をかけていきます。最近ね、このピンク岩塩にめちゃくちゃハマってます。僕昔、塩なんて、もうしょっぱいだけなんだから、どれも一緒じゃんと思ってたんですけど、塩は奥が深いね。合わせる塩によってきて、ものすごい味変わってきます。特にこういう塩焼きとかシンプルな料理ほど、この塩の差が露骨に出ますね。で、このピンク岩塩ってめちゃくちゃ魚に合いますね。荒々しい塩辛さじゃないんですよね。優しい甘みのある甘さと言いますかね。大ハマりですね。というわけでピンク岩塩たくさん塗りたくりました。そしたらこれを、よいしょ、七輪で焼いていきますと。さあ、できたかな？ちょっと炭がしけっとるかな？あ、でもいい、ついてますね。では弱火でじっくりと焼いていきたいと思います。はい、焼けましたと。うわ、いい匂い。ちょっと火弱いかなと思ったんですけど、焼けた焼けた。そしたら今日は本当に買い出ししに行ってないんで、僕がいつも食べてるようなリアルな感じのご飯作っていきます。まずは先ほど焼いたサクラマスの塩焼き。本当は大根おろしとかがあるとね、もっといいんですけど、ちょっと今日はないのでね、すだちでいきます。ほんで、卵添えて、で、先ほど切ったルイベね、お刺身が入ります。
ほんで小皿にこの塩分の強い赤梅ですね、それと甘い蜂蜜梅、これ2種類食べるのが僕の幸せなんです。ほんでお次はお吸い物か。もう汁物は絶対なんですよね。お椀に先ほど切ったサーモンの切れ端入れますか。ちょっと具材でこう入れて、でそこにお出汁を入れます。ほんでちょびっとお醤油加えて、でおネギも加えます。で少しすだちを入れて香り付け。お椀の中でお吸い物できちゃいました。簡単なんですよね。でそしたらご飯ですね。ご飯をのっけて、ちょっと配置が不細工なのはちょっと気にしないでください。でお皿にお醤油でわさび。はい、これで簡単サクラマス御膳の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。飯だ。めっちゃ腹減った。気まぐれぐっくんちの朝ごはんはこんな感じですね。基本的に撮影の残りのお刺身で塩焼きで、ちょっと梅干しとかこう卵とか、あと納豆とかキムチとか、そういったものがちょこちょこある感じですね。さあ、うわー、お吸い物がうまそうですね。ちょっと飲んでみましょう。うまい。出汁がうまいな。サクラマスがいい味出してる。そしたらまずサクラマスいきましょうか。うまそうだな。このサシの入り方。お醤油につけて、わさびつけて、いただきます。うわー、うまっ。うわ、マジでとろける。サーモン好きな人はぜひ食べてほしい。サーモンっていうと、キングサーモンとかアトランサーモンの生のやつがもうめちゃくちゃうまいじゃないですか。トラウトの冷凍より。で、このサクラマスってね、そのアトランとかキングのもう一個上におる気がするんです。冷凍してもこんだけこうもっちり生の食感が味わえるんでね。で、どうしても養殖のサーモンだとこう養殖の匂いっていうのがあるんですよね。それがサーモンの味、サーモンの匂いっていう皆さん認識だと思うんですけど、このサクラマスはほんとこのサーモンなんですけど、サーモンとちょっとまた違うんですよね。人工物の餌食べないで広い海の中を泳ぎ回って、今日はイカを食べよう、ここにエビがいる、エビを食べようとか、いろんな魚介を食べてるわけですよ。なんですごい綺麗な澄んだ油なんですよ。で、目をつぶって味わうと、サーモンの味なんですけど、そのサーモンの味の中に、またこのいろんな魚介の味があるような気がしますよね。僕だけでしょうか。さあ、では、お次は、こちらサーモンの塩焼きいきましょう。この飾り切りした皮目のところにすだちをビャーっと絞って、でこの隙間にすだち汁が染み込みましたら皮と一緒に食べると。こうやって切れ込みを入れることによってどこ切ってもこう皮がついてくると言いますか、皮1枚だけだとこうベロンと皮剥がれるじゃないですか。だけどこうやって切れ込み入れることによってこう身と皮が均等に食べられるという、そういうメリットもありますね。じゃあこちらいただきます。うまっ。うわ、白米と合うな。これおにぎりの具材にしたら最高ですよ。わかりますか、この油。でもくどくないんですよ。それが不思議。で、この上品な油にちょっと梅干しをたまに食べると。梅干しってほんとうまいですよね。皆さんどういう梅干しが好きですか？僕梅干し全部好きなんですよ。どんな梅であろうが。なんで梅干しはこうやって2種類用意することが多いです。うまっ。はい、ということで今日はこちらのサクラマスの定食ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん。茶色いやつ。麦茶がうまい季節です。このキンキンに冷えた麦茶はもうマジでうまい。ソフトドリンクの中では頂点ですね。ではいただきます。最高の飯だね。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は市場でひときわ輝いていましたサクラマスを使ってサクラマスの刺身と炭火焼きを作ってみましたけども、ああいう飯が一番うまいですね。日本の心ですよ。もういい魚は余計なことをしない、これにつきますね。それにしても今日のサクラマスは対抗が良かったですね。あれがね1万円未満で買えたなんてすごくびっくり。掘り出し物があるもんですね。また掘り出し物を探しに朝市行きたいと思います。またなんか僕にやってほしい魚ありましたらコメント欄で書いてください。はい
というわけで今日はましょう。バイバイ。